はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月の恋愛運に特化した動画になっております。今パートナーがいるとか、気になる人がいるとか、誰かとの関係で悩んでるとか、もっと仲良くなりたいとか、そういったことを細かく見ていきたいと思います。そしてもし今誰もいませんとか、募集中ですという方も、これから出会えるのかなということで11月の恋愛運見ていきますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速いきます。お願いします。この鑑定はね、今関わってる人との、状態はどうなのかということと、相手が思っていること、そしてこちらが思っていること、そしてどういうことに気をつければいいか、未来の可能性っていうのを見ていきますね。はい、では見てみます。ペンタクスのキング。ソード9逆、吊るし人逆、ペンタクスエース逆、ソード10、ワンド6の逆とペンタクス5、そしてストレングスの逆、ペンタクス3の逆ですね。はい、ちょっと見てみますが、今その関わっていらっしゃる方との関係すごくいいと思うんですよね。その感情的にねどうかっていうのは別として、その人と関わっていく、なんかものすごく強い信頼とか尊敬とか、もっとそういった尊敬や信頼という確かなものでつながりたいんだみたいな感じがあり、実際につながる可能性が大いにある人っていう感じがします。非常に成熟した感じがします。これはなんか若くてピチピチなんかキャッキャって感じではなく、大人の恋って感じですね。なんだか大人の関わりっていう感じです。お互いに大人な部分で関わってるって感じかな。子供っぽく甘えたりっていうよりも、大人の部分で関わっていい信頼関係を築こうとしているっていう感じがあります。これは今ね実際そんなことないですよっていう方もですね、この11月に関してはそういった関係性になりやすいということです。そしてこんなにいい関係性なのになぜかヤギ座の皆さんは傷ついてますね。どうしてでしょうか。いい人すぎるからですか。相手が素敵な人すぎるから自分がもっとどうこうしなくちゃと思ってるんでしょうか。それとも自分が望むような、もし自分のことが大事だったらこうしてくれるだろうという自分の想像通りに相手が動かないから傷ついているんでしょうか。私が見る限りはものすごく先方はヤギ座の皆さんのことを愛しているって感じがしますね。すごく大事にしている。それが実はでも表面的にそれを出してないっていうところがまたミソなんですけど、あからさまに愛してるよとか大事だよとかもっと会いたいよとか全然言わないけれども、深い愛情があるって感じがするんです。表面は言わないです。言ってないです。でも長く続けたいと思ってるんだこの関係はと。だからこそ大事にしたいんだと。だからこそ焦ってないんだみたいな、大人って感じですね。すごい深い愛情があります。深い愛情を感じます、相手から。でもそれに対してヤギ座の皆さんはもっと目の前の感情を満たしてほしいとか、もっとなんか今私こんなに傷ついてるとかこんなに大変なんだからもうちょっとなんとかしてほしいみたいな、そういう思いがありますね。もしくはそう思ってるけど言わないで本当は泣いてるみたいな感じもあるかもしれません。だからこそそこはあんまり出さないようにして有益な部分だけ関わろうとしているっていう感じがありけなげですね。でちょっと相手の方はそれだけ深い愛情があるんですけれども、でもなぜそんな風に私が感じるかというと、実はこの人相手の人そんなにいい状況じゃないと思うんですね今。例えばすごくある程度年齢が上なのかすごくしっかりされている方だと思いますけれども、それでもその状況においては何かとちょっと辛い状況というか、いろいろお金がたくさん出ていってしまったりとか損をしていたりとか、お金をすごく使ったみたいなそういう感じもあったり、本当はもっと自分は自由にやりたいんだけど状況的には動けないんだみたいな、すごく周りの人の目を気にしてあまり自由に動けないっていう感じがするんですね。なのでちょっ
ちょっと息苦しい感じがあるんですけれども、それだけなんか自分自身はすごく不自由な感じだし、全然あんま満たされていないんですけれども、でもヤギ座の皆さんには精一杯優しくしているんですよ。だからこそ愛があるっていう感じなんですね。でももっと違う感じの愛情が欲しいんだろうなっていうふうに思います、ヤギ座の皆さんにとっては。そしてちょっとね、気をつけることを見てみますね。なるほど。先ほど言ったみたいに先方は今動くに動けない状況みたいなんですね。だけれどもできるだけヤギ座の皆さんの要求に応えてあげたいと思っています。だけれどもそれを全部言うことを聞くっていうのはなんかまるで自分が操られてるかのような感じもするし、自分も誰かをコントロールしたくないので深くは言いませんみたいな感じ、すごく達観してる感じがありますね。そのこまごました言葉はいいじゃないかみたいな、これだけ思っているんだからみたいな感じでどしっとしてる感じです。そしてヤギ座の皆さんはなんかまるで自分が犠牲になっているかのような感じがする。例えばですけど、本当はもっと会いたいけれども会いたいって言わずに我慢してるのに、それでもまだ向こうから連絡が来ないのかみたいな感じになったり、またなんかこんなにいろいろ自分がこうしてあげたりしてることってなんかまるでこう自分の身を差し出しているような気がしたり、全然温かく守られているとか愛されているというよりもまるで相手が悪者で自分を利用してるんじゃないかみたいな感じに思えてきてしまったりみたいな、そういう悪い妄想が働いてしまいそうになるぐらい実は疲れていたりとか、本当はもっと求めていたんだなって感じがすごくします。なのでちょっと気をつけることとしてやはりその悪い妄想が暴走しないようにだけ気をつけてねっていうふうに言われてますよ。もちろんその思ってるような答えが来ないとかね、そのタイミングで来ないとか欲しい言葉を言ってもらえないみたいなのあるかもしれないですけれども、でもすごく私はね相手からの愛情を感じるんですね。とてもちょっとどうしたらいいのか見てみます。コミュニケーションということで、たとえちょっと絡んでますけれどもこのコミュニケーションのカードはね、だけれどもたとえちょっとすれ違いとかなかなかうまく伝わらないなみたいなのがあったとしてもめげずにコミュニケーションを取り続けてください。なぜならばここでもねカップのナイトというカードが出ていて、これは相手からの愛情なんです。相手から愛情が届くよって、向こうは気にかけてるんですよっていう感じなんですね。なので愛情を与えたいのは与えたいんです。だけれども都合のいいような形で与えることはできないみたいな感じがあるので、相手が思ってる愛情をちゃんと思いはかってくださいって感じですね。それを言葉でもメールでも LINE でも何でもコミュニケーションを取ってつながってねっていう感じ、そうすることによって誤解は解けるよって感じがします。はい、ちょっとこれからのね可能性を見てみたいと思います。はい、恩恵グレースというカードが出てますね。少しねソードのナイトのカードが出ているので、なんかこうちょっともう言いたくなるっていうのかな、こうせかしたくなるみたいなのもあるかもしれませんが、でもおそらくコミュニケーションちゃんと取っていくことによってお互いが関わる恩恵だったりとか、もう一つこう聖愛というカードが出ていますけれども、非常にちゃんとお互いに惹かれ合って分かり合って関わり合えるっていう感じのカードが出ていますので安心してください。そんな感じかな。あとちょっとこれから出会い欲しいよっていう方に見てみたいと思います。これから出会い欲しいよっていう方ね、出会いありますか？ソード4、カップクイーン、ペンタクスの9ということで、何も動かなければ出会いはなかなかないです。当たり前ですよね、それはね。だけれどもちょっとその気持ちがね、恋愛求めていってもいいかなみたいな気持ちになりつつあるっていう感じがします。で本当に求めるのであればその何かしらのこう出会いの場
アプリでもいいし、なんかそういったコンパみたいなお見合いの場でもいいし、人が集まるところに行くことによって出会いはあるよっていうふうに言われています。チャンスはあるようなんですね。見初めてもらえるよっていうふうに言われてるんです。ご自身が思ってる以上に自分の女性らしさっていうものをちゃんと表現していけば、ちゃんと見てくれる人がいるよっていう感じです。なのでまだその相手の姿とかが見えるわけじゃないんですけれども、ご自身が望めばあるっていう感じですね。これはもちろんそりゃそうですよね。何もなくて動かなければ出会いはあるわけないし、なので求めれば喜びは入ってくるようです。思ってる以上ような形じゃなくてもって感じで言われているので、出会い求めてる人はぜひ動いていってくださいね。キーワードというかポイントは、自分の女性らしさや、男性であれば自分のフェミニンな部分、優しい部分ですね。男らしさとかじゃなくて繊細な部分とか思いやりのある部分とか、そういったフェミニンな部分を表現していくことによって相手から好印象を持たれますよっていうことを言われています。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよとか分かりましたっていう方、もしくは恋愛のことをもうちょっとこっち聞きたいみたいなのがあれば、ぜひコメントで教えてください。まだちょっと私も手探りでやっているので、どういう形が一番いいかなっていうのをちょっと探っていきたいと思います。ということでありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。